皆さんこんにちは。プライムセール本番始まりましたね。先行セールと本番って何が違うんだろうといつも思いますが、今回はカメラ関連を取り扱っていこうかなと思います。急にどうしたのさ。パソコン関連、動画の伸びが悪い、以上。カメラ関連だったら私もある程度詳しいので、今回はそちらを解説しようといった次第です。パソコン好きの人、ぜひカメラも趣味にしてみませんか？馬に引きずり込むでない。今回動画内で紹介した商品は概要欄にリンクを貼っていますので、そちらから確認してみてください。それでは本編やっていきましょう。まずはこちら、マグセーフのスマホホルダー。これってカメラに関係なくない？それがあるんですよ。普段三脚にスマホをつけるときって挟み込むタイプだと思うのですが、挟み込むのってわざわざ両手を使う必要がありますよね。あれだいぶめんどくさいよね。ところがマグセーフだと近づけるだけでくっつきます。でもマグセーフに対応しているのって iPhone だけでしょ。最近だと C2 のマグネット対応だったら Android スマホでも使えるよ。問題はほとんど対応スマホ出てないんだよね。でも大丈夫。マグセーフ化するためのリングが付属してます。両面テープなのであまりハードな使い方はできませんが、十分がっつりくっついてるのでよし。気になる人はマグセーフ化ケースの方がいいかもね。また挟み込む方式と違ってボタンと干渉しないのは便利です。確かにそれはいいね。デメリットがあるとすれば、あくまでもマグネットなのでちょっと心配ではあります。一応一回布団の上で振り回してみましたが外れなかったのでおそらく大丈夫。私の使い方としては三脚に取り付けるというよりはカメラに取り付けてスマホをモニター代わりに使っています。カメラのモニターってちっちゃいもんね。夏場の外だと明るすぎてカメラの画面が見づらいというのはあるあるだと思うのですが、スマホの画面だと輝度が高いので夏場も見やすいです。カメラとの取り付けはどうしてるの？コールドシューというカメラの上に乗ってるフラッシュやマイクを取り付けれるところに取り付けています。普通のネジでもコールドシューでも取り付けできるのでとても便利です。一つ気になる点があるとすれば、奥には角度つけれるのですが手前に角度をつけれないんですよね。カメラを持ち上げて下から覗き込む場合は全く見えないです。マグセーフ部分のみも売っているので、気になる人はこちらを買ってお好みの雲台を取り付けるというのもおすすめです。こっちはネジ穴しかないのでそこだけ注意。問題はそこにどんなスマホを取り付けるのさ。こういう安いスマートフォンでいいと思います。こちらはこの動画のスポンサーのブラックビューさんの製品です。コスパスマホメーカーさんだね。わざわざ別でスマホ買う必要あるの？というのもモニタープラスなどを用いてモニター化する場合、両方タイプ C のケーブルで接続するのですが、その際スマホのバッテリーでカメラを充電することができます。カメラのバッテリー交換の手間が省けるってこと？その通り。ただその代償としてスマホのバッテリーをゴリゴリ消費するので、このような安いスマートフォンをモニター用として使うのがおすすめ。でもどうせ1万円台の Android なんてオンボロイドなんでしょ。もちろん原神など重たいゲームはできません。とはいえ今回はカメラのモニター用なので大丈夫だと思います。カメラのモニター用として見ていきたい部分としては、処理性能、バッテリー容量、画面のサイズ、最大輝度が重要です。スマホの頭脳はユニソックの T606。いつもの言い換えるとスマホとして最低限動くチップです。モニター用ならオーバースペックかもね。バッテリー容量は 5000mAh は iPhone より圧倒的に多いです。まあ iPhone は省電力だから。言い換えれば 5000mAh のモバイルバッテリーでもあるので、カメラの給電を行うにはぴったり。画面サイズは 6.56 インチで iPhone16 Pro と Pro Max の中間。画面輝度は4500ニットなのでちょっと控えめ。真夏は厳しいかもね。とはいえ大抵の場合は大丈夫でしょう。それでお値段12,900円。カメラ用のモニター買うより圧倒的に安いですし、ディスプレイ&モバイルバッテリーと考えると破格の値段です。ケースも保護フィルムも付属しているようなので、付属ケースの上にマグセーフリングを取り付ければスマホ型モニターの出来上がり。リング単体でも500円程度で売っています。モニター用としてお一ついかがでしょうか。次に紹介するのはレンズフィルター。一言で言えば沼です。一つ目に紹介するのは保護用のレンズフィルター。スマホの保護フィルム、カメラのレンズ保護フィルターといった感じ。そんなに重要なのか。それレンズ1本で数万円、数十万円しますから、傷をつけないためにも重要。レンズ1本につき1個買う人が大多数だと思うので、今セールがやってるうちに買いだめしておくのがおすすめ。一番安いのだと1000円切ってるもんね。一応気をつけるべき点としては、レンズのフィルター券に合うフィルターを買いましょう。間違ったものを買うと取り付けられないよ。次に紹介するのは ND フィルター。ND フィルターとは何ぞやと思った方は右側のポイントを見ましょう。ざっくり言うとカメラ用サングラスです。詳しくは詳しい人の動画を見てください。実際の映像を見た方が分かりやすいと思います。 ND フィルターの前についている破片って何なの？ ND フィルターってどれだけ光を制限するかを選べるのですが、変更の方法が3つあるんですよ。1つ目が原稿が少ないものから多いものに取り替えてしまう。2つ目が何枚か重ね合わせる。3つ目が可変 ND というわざわざ付け替えたり上から重ねかけずともリングを回転させるだけで原稿量を調節できるというもの。聞いた限り可変 ND が一番手軽そうだね。でもデメリットもあるんでしょ？可変 ND は色ムラが出やすいです。高い製品だとほぼ色ムラなかったりもするのですが、可変 ND は手軽な代わりに色ムラが出やすいというのは頭に入れておいた方がいいと思います。それが今回2000から4000円台なんだね。特に左下の通常の ND フィルターは 28% 割引の2078円なので、お試しとしてだいぶありだと思います。次に紹介していくのはミストフィルター。これも実際の作例を見た方が分かりやすいと思います。先ほどまでのフィルターと違うのはホワイトミストとブラックミストの2種類があること、だいぶ好みによる違いなので、実際の作例を見てから買うことをお勧めします。もちろんレンズ系もありますし、 ND フィルターと同じで濃さの概念もあるため、レンズに合うものを買いましょう。最後に紹介するのは PL フィルター。反射を抑えるフィルターだね。これは濃さの概念はないのでまだ気が楽かも。
普通に万能フィルターなので一つ持っておくといいと思います。最後だいぶ雑だね。レンズフィルター編はこれでおしまい。次はストレージ関連から SSD を紹介していきたいと思うのですが、先に SSD を選ぶ上で気をつけるべき点をご紹介。 SSD はデータを保存する場所、当たり前ですが信頼性が大切です。そんなわけで SSD の信頼性って何という話なのですが、 SSD も電子機器なので良品不良品があるわけです。当たり前だね。その中で一番良品を選べるのって誰だと思う？生産者じゃない？そうですよね。ということで生産者を選びましょう。 SSD 売ってるところが作ってるんじゃないの？と思われがちなのですが、内部パーツの製造元って大抵別会社なわけです。なので SSD に使われる重要な部品、記憶部分や制御部分の製造元だったり有名企業のものが使われているということが大切です。じゃあその中身の生産者って誰なのさ？こんな感じ。コントローラーの方は何か抜けてる気がしますが、難度の方は実質この6社だけ。この6社を買っておけば問題ないのね。ところがどっこい、メーカー名とブランド名は違うんですよね。おまけに実際国内向け一般販売してる企業はこれだけ。今回内蔵のものは含めず外付けの製品を販売してるメーカーに絞ってるよ。とはいえ YMTC は中国本土だけだし、 SK ハイニックスは事実上の撤退みたいな状況だから、内蔵向けでもほぼ構図は同じです。じゃあどんなブランド名で出してるの？こんな感じ。ウェスタンデジタルは少し前までサンディスクの親会社だったのですが、最近また分社化したので複雑ですが実質同じです。マイクロンはグルーシャルという名前なら聞いたことある方も多いんじゃないかな。これを頭に入れておけばいいのね。まずは王道サンディスクの SSD。 これはカメラ界隈の大抵の人がおすすめしてる SSD だね。サンディスクの SSD はサンディスク自社製コントローラーが載っているのですが、とっても優秀で性能の割に発熱が少ないです。ちなみに何度もサンディスク自社製。これ買っておけば間違いない SSD を教えてと言われたら大抵の人はこの SSD を勧めるでしょう。困ったらこれでいいとは思いますが、その反面だいぶいいお値段します。次はグルーシャル。サンディスクの最大のライバルと言っても過言ではないでしょう。値段は1万円ぐらい安いね。速度と容量は全く同じですが、保証期間がサンディスクの方が長く5年保証です。こちらは3年保証。実際サンディスクの SSD はもう6年使ってるけど壊れる気配がないからね。その耐久性は実際に私が感じてますから。とはいえグルーシャルも普通に強いです。ノートパソコンで愛用していますが、容量を 98% 埋めた状態でも速度低下はそこまで大きくありませんし、今のところは不便を感じたことはないです。値段を気にする方はこちらがおすすめ。次は国産の清木社。噂では三重県の四日市市の工場で作られているらしい。愛国心の強い方におすすめ。普通に性能も優等生組と肩を並べていますし、清木シアもチップから作っているメーカーなので信頼性も大丈夫。実際メイン機で使っていますが十分満足できる性能。一応容量パンパンの状態で使うと若干性能低下があったのでその点だけ注意が必要です。ちなみにコスパがいいことで有名の清木シアさんなんですが、今回はクルーシャルに1000円程度負けています。国産の信頼性ってことで。最後はネクストレージ。ここはさっきの表になかった企業なのになんでおすすめするの？それは元ソニーだから互換性問題などは少ない方だと思います。性能の方も先ほどの3製品と肩を並べており、価格もサンディスク製よりは安いです。あと 4TB モデルは 1.6 倍程度速いようなのですが在庫がない。早いですが最高速度を出せる機械は限られているので、通常の 2TB モデルでも問題ないかと思います。長かった。SD カードは紹介しないんですか？初めはやろうと思ってたけど尺がね。普通にセール本番に間に合わなくなるので諦めました。一応時間があれば概要欄の方でまとめておきたいと思います。ざっくりとまとめると、スマホをモニター、モバイルバッテリー代わりに使うのおすすめです。レンズ保護フィルターは絶対買いましょう。もしもに備えれるからね。レンズフィルターはお手頃に変わった絵を作れる。クルーシャルの SSD が過去最安値といったところかな。このチャンネルではカメラ関連というよりはパソコン関連をメインで取り上げていますので、パソコンの沼にも落ちたい方はぜひそちらの動画も視聴してみてください。またパソコンの沼に落ちてる方はこれを機にカメラの世界に足を踏み入れてみてはいかが。もし動画が参考になれば高評価。動画が気に入ったらチャンネル登録もよろしくね。ではではご視聴ありがとうございました。